こんにちは。お元気ですか？この前は毎週土曜夕方は必ず動画を投稿しようと思ってたんですけども、この前はちょっと休んじゃいましたね。ちょっとこの1週間くらいかな、いろいろ忙しくっていうか仕事してないんだけど、自分がやろうと思ってることにちょっと根を詰めてすごく疲れてしまったので、無理せずに休むことにしました。そんで金曜日からかな、ちょっと生理になったりとかしたので、体調的にもねちょっとだるくてね、なんかと思ったんでやめたっていう感じです。今もねちょっと今日体がまだだるくって、寝っ転がって喋ってます。生理もね、私は今47歳なんですけれども、1年くらい前からちょっと周期が乱れたりとかしだしたので、今回もですね、前回の生理から40日後に来たのでちょっと遅れてたんですよね。ちなみに私はもともと周期が短いタイプで、あの月に1回っていうよりもだいたい23日から26日ぐらいの間で1回来る周期なんですね。もうこれは若い頃からなんですけども、なので年に12回じゃなくて年に16回来るっていう周期だったので、早い周期だったのでね、だからだいたい前の生理から23日後くらいに生理が来るっていう感覚だったんですけども、今回はね、40日後だったので、いつもより2週間くらいかな、ちょっと遅れたっていう感じですね。もうね、こうやって周期が乱れてきたことは分かってるので、遅れても今回も遅れるのか、いつ来るんだろうっていう感じだったんですけども、ただね、傾向として、結構遅れるとね、その分こう症状が若干重くなるっていうパターンみたいなので、そういう意味でもね、今回遅れて生理が来たので、無理せずに休もうっていう、ゴローンとしてたっていう感じです。で、生理痛とかは全然もうここ数年ないんですけれども、ちょっと貧血っぽい体のだるさっていうかがね、ちょっと今回はいつもより少し重かったかなっていうふうに思います。今日もね、結構体がだるくて、昨日はちなみに一日中本当にゆっくり休んでたんですけども、今日も体がだるくて家にこもってはいたんですけれども、夕方にねちょっとスーパーぐらい行こうと思って、少し歩いた方がいいかもしれないと思って、でスーパーに行って帰ってきたんですけども、スーパーとあとコンビニも行きましたね。徒歩3分ほどのところにあるスーパーとコンビニなので、距離的には全然大したことないんですけれども、ただね、こう歩いたらね、やっぱ息切れしましたね。息が苦しくってね、この息がこう苦しくなる時って貧血の時なんですよね。貧血になると呼吸が苦しくなるんで、やっぱ貧血だなこりゃって思って歩いてました。特にね、少し坂とか上がったりとかするとね、もうこうもうノロノロ歩いてでも別にね、自分でスーパーに行って帰ってくるので何かしなきゃならないことじゃないのでね、マイペースでマイペースにふらつきながらね歩いてきました。これがね、普通に仕事行く時とかね、そういう人前に出る時とかだとね、本当はこうフラフラしたいのに、それを超気合で頑張って普通の状態でを装って頑張るとかしなきゃなんないので、それはそれで大変だなので、なんていうのかな、こうフラフラしてる時にフラフラのままいられるっていうのはある意味楽だなっていうふうには思ったりしますね。今私は無職なんでね、そういう頑張らなくてもいいっていうのがすごく楽ちんなんですけどもね、働いてる人とかはね、体調が悪い時とかは
大変ですよね。もちろんすごく体調悪い時は休んだりすると思うんですけども、私は生理の時の貧血とかでは、あとは体調が悪い時もね、ふらつくくらいだったらまず休んだりとかしないタイプだったので、ちょっとその線引きがちょっと人よりもしかしたら厳しいのかもしれないんですけれども、なんだろうね、そういうのって大変ですよね。体調が悪い時とかに朝着替えて、女性の方だったらね、お化粧とかすると思うんですけれども、その時ね、顔色が悪いから、いつもより少し濃いめにメイクしたりとかしてね、顔色がよく見えるように、オレンジ色のチークとちょっとベージュっぽいチークを混ぜて自然にでも顔色よく見えるように、ちょっと血色メイクをしたりとか、どうしても目がうつろになりがちなのでアイラインを強く引いたりとか結構頑張って顔色が悪く見えないようにきちんとなんていうか見えるようにして頑張ってメイクして行ったりした記憶があります。なんかね、会社休むんじゃなくて、行くって決めたのであれば、いつもと同じようにしなきゃならないみたいな気負いがあったりとかして、それでもね、くじけて結局はたまに会社の医務室に行っちゃったりとかしたこともあったりしましたけどね。大人になったらね、なんて言うんだろう、ある程度体調が悪いですっていうこの表現ができることも大事だなっていうふうに思うようになってきたので、30半ばくらいからかな、そう思うようになったのは。だからちゃんと具合が悪い時にちゃんと具合が悪いっていう表現ができるようにっていう練習を結構した経験がありますね。なんていうか、もう修正みたいな感じで具合が悪いのを全力で隠すっていう習性が染みついてたので、そういうのは良くないなって思ったりとかしました。ちょっと話がめっちゃそれたんですけど、とにかく、今日はフラフラしながらスーパー行って帰ってきて、で呼吸が苦しくてね、呼吸が苦しいって言ってもそんな今こうやって喋れてるんでそんな大したあれじゃないんですけども、要は普通にしてるとちょっと辛いぐらいな感じですね。頑張りたくないレベルっていう感じですね。で、なんだっけ、土曜日はねそんな感じで本当に一日中ゴロゴロしてましたね。寝てたりとかしてましたね。本当に YouTube 見てベッドでゴロゴロして、3ヶ月ぶりぐらいに何もしなかったですね。自分がこれはやろうと決めてるタスクもう今日は絶対に休む日にしようと思って3ヶ月ぶりぐらいに何もしない日になりました。夜30分くらいやっちゃったんですけども、何もせずに休めてよかったかなと思って、で次の日になったら、次の日って今喋ってる今日なんだけども、ちょっと貧血やっぱひどくなったので、そう生理のなんて言うんだろう、後半の方が貧血って結構来るんですよね。1日目とか2日目とかは腹痛とかはあったりとかするんだけど、腹痛の症状があった頃ね、最近私はもう腹痛とか全然体質的にほぼなくなってきたので、全然1日目2日とかはちょっとぼーっとしちゃうぐらいで、体が痛いとか辛いとかそんななくて、ただ今回はね、さっきも言ったように久々に生理が周期の乱れで久々に来たので、ちょっと貧血の症状が大きかったかなっていう感じですね。ただ安静にしてればね、痛いとかそういうんじゃないので、その分は楽かなとは思います。ただひたすらかったるいのと、
こう喋っててもちょっとたまに深呼吸したくなっちゃうような呼吸が少し苦しいっていうくらいですかね。うん。なんかね、今回の動画は本当は喋ろうと思ってたこととかがあったんですけども、ちょっと今日はそういうのを順序立てて喋るのがなんか脳みそ使いたくないのでこのまま寝っ転がって適当に喋りたいと思います。あの土曜日に投稿しなかった時に文章でね、今回は土曜日投稿しませんっていうのを一応アップしてたんですけれどもね、それにもねコメントをくださった方がいてありがとうございます。それでちょっとびっくりしたんですけども、結構皆さんコロナにかかってる人っているんだなと思ってちょっとびっくりしました。今ってそんなに流行ってるんだと思って、私こうやって結構基本引きこもってるので、そういうの全然最近までコロナ流行ってるってこと自体知らなかったんですね。多分知ったのが4、5日前で1週間経ってないと思うんですけど、あのこの前ジムに行った時にマスクしてる方がいて、あれマスクしてるんですね、どうしたんですかって言ったら、あの予防です、今コロナ流行ってるからって言われて、ああそうなんだと思って、その時初めてまたコロナって流行ってんのって思ったんですよ。で全然知らんかったわと思って、あのそうなんだっていうふうに思いました。で実際コメントで自分もかかってっていうのを見て、そうなんだってすごい思いましたね。で私もこの土曜日に疲れてとかあの動画をアップしなかったわけですけど、この疲れが溜まってさらに生理になってるっていうのを一番免疫が落ちる条件がすごく揃ってたので、そういう意味でもちょっと絶対にこう体を休めるのを体を第一にした方がいいと思って、あの動画のアップとかも何も全てにおいて頑張ることをやめたんですね。頑張るってほどじゃないんですけど、動画をアップすることってこうやってただ喋って適当に定点カメラで撮った映像に載せて、編集もちょこっとしてね、簡単な編集しかしてないですけど、それでアップするだけなので大したあれじゃないんですけど、そこそこめんどくさいっちゃめんどくさいんですよなので毎週土曜は必ずと思ってたけど、とりあえず今回はいいやと思って休んだって感じです。私も1年半くらい前かな、去年じゃない、一昨年の年末にクリスマスの後ぐらいにコロナにかかったので、結構その時嫌だったんですよね。嫌だったっていうか、当たり前ですけど、すっごい喉が痛いのが嫌でしたね。熱が出て体がだるいっていうのもあるんですけど、私はとにかく喉が痛いのが嫌でしたね。やっぱかかりたくないなと思いますね、二度と。でもね、なんかこうやっぱ全体的に若い頃よりそういう風邪ひきやすくなったっていうか、このウイルス的なものも多分昔より免疫が下がってるのかな。昔はどっちかっていうとそういうの結構なんて言うんだろう、かからない方っていうか多分丈夫な方だったと思うので、自分はかからないやみたいな気持ちはあったんですけど、最近はそうでもないなっていうふうに思ってるんで、特に気をつけなきゃなーなんて思ってます。なんかそんでちょっとだけ喉が痛いってほどじゃないんですけど、ちょっと喉がツンとしてる感じがあるんで、ちょっとやばいなっていうのは今感じてるんですけれども、この水際対策でどうにかしたいなとは思ってます。ちょっと最近ここ1週間疲れたのと、生理でっていうのもあるので、
単純に風邪とかもひきやすいとは思うし、そういう時にめんどくさいウイルスとか取り入れちゃうとね、ちょっとあれなので、どうかかかってないといいなっていうふうには今思ってます。ウイルスがかかっててもどうにか免疫を上げて、そのまま私の免疫細胞が頑張ってやっつけてくれればいいなっていうふうに思ってます。ただね、基本的に引きこもりなんでね、人間に会うところがあんまりないので、一番ウイルスもらいやすいところといったら、ジムだろうなっていうふうに思います。そこではね、本当いろんな人が触ったものを触るし、衛生面ではあんま綺麗とは言えないと思うんで、あとはスーパーとかだとね、人が触ったものを、触ったりとかもちろんしますけれども、ジムの方がより汚いって言ったらあれなんですけど、いろんな人が触ったものを触ることにはなるのかなっていうふうには思ってます。でも人が密集したとことかはあんまり行く機会がないし、働いてるわけでもないので、行かねばならないっていう状況にはならないので、それはいいかなっていうふうに思いますね。今流行ってるのであれば、早くその流行ってる状態がなくなればいいなとは思うんですけども、本当に厄介なやつですよね、あれ。本当なりたくないわって思うんですけれども、一度なるとまたいろいろめんどくさいじゃないですか。自分が体調悪くてめんどくさいっていうのもありますけれども、人にうつすのもうつさないようにいろんな行動が制限されたりとかもしますしね。ちなみに前回自分が1年半ちょっと前にかかった時は特に薬とかも何にも飲まずに、ただ寝てって治しただけですね。薬飲みますか的なことを言われたんですけど、確かね、ちょっと内容忘れちゃったけど対処療法みたいな内容だったんで、だったら別にいらんわと思って、いやいいですって断って、だから検査だけしに病院っていうかお医者さんに行っただけですね。なので1週間くらいはもう引きこもって、いつもどうせ引きこもってるんですけど、家にある食料を食べてみたいな。1週間くらいはね、何かしら食料はあるんで全然問題ないですし、ただね、そういう時のためにも少しストックの食材とかは多めに置いといた方がいいかもしれないですね。私みたいに一人暮らしの人だとね、水とかはあるんで、お茶とかもあるんで、それは問題ないですけれども、料理するの大変だから、例えばタンパク質だったらサバ缶みたいな缶詰、魚の缶詰とかを少し多めに買っとくとか、あとは米を置いとくとか、ああと昔はいつもパウチのお粥とかをね、何種類か私風邪の時用にストックしてたんですけど、最近そういうのを買い置きするの忘れちゃってたんで、そういうのがないですかね。ちょっと買っといてもいいかもしれないですね。ご飯とかも砂糖のご飯みたいなパックのご飯をね、普段食べないから買ってないんですけど、そういうのをね、この風邪の時用とかに置いといてもいいかもしれないですね。あとはインスタントのスープ系のものとかも置いといてもいいかも。最近不要にというか、不要にレトルト食品を買い置きしないようにしてたので、逆にそういう自分が風邪とかひいた時用のこのレトルト食品の買い置きが、そう言われてみれば少ないかもしれないから、少しね、そういういざという時のストックとして置いといた方がいいかもしれないですね。じゃないと自分がちょっとくたばった時にくたばったっていうか体調壊した
時にね、ちゃんと調理しないと食べれないものばっかになっちゃうかもしれないんでね、なんかそういうレトルト食品をもうちょっと買い置きしておいてもいいかもなーなんて今思ったりしました。うん。本当に風邪はひきたくないし、めんどくさいウイルスなんかもっとかかりたくないしって思いますね。この前の土曜日の投稿、文章での投稿でもちらっと書きましたけれども、やっぱり風邪ひいたりとか、そういうウイルスで体調壊して寝込むとか、本当一番コスパ悪いと思うので、お金のコストっていう意味以外にいろいろ労力とか時間とか、感情とかストレスとか、そういう意味のコストのパフォーマンスが下がるというか、生活全般のねコスパが悪くなるので、だったら1日2日とか3日とかちょっと疲れた時は思い切ってダラダラしても全然いいだろうし、思い切って体に良いものを少し高くても食べたりとか、あとはストレスとかですよね。ストレスでも免疫とかって下がるので、なんかね、そういうある程度必要な甘やかしとか必要な休息とかはね、ちょっと積極的にとってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。なんかこう寝っ転がって喋ってるので全然楽なんですけど、それでも今日は体がかったるいです。これぞ生理の貧血パワーですね。そんな感じで皆さんも健康第一で無理をせずにやっていきたいですねっていう感じです。最近暑いし、それだけでも体力使うし免疫落ちると思うので、はい、それではまた。